桜マラソン第1レーススタートいたしました。さあまず皆さんいってらっしゃい。頑張って。こんにちは、バーケンです。福井県の桜マラソンに参加してきました。胸にカメラをつけて走った42キロの映像を編集しました。マラソンの雰囲気やコースの魅力をぜひ楽しんでください。そして私のチャンネル、相続系 YouTuber、バーケンもよかったらチェックしてみてください。B ブロックの最後尾からスタートです。目標タイム3時間20分と申告したら B ブロックになりました。ランニング歴は8年、フルマラソンは16回完走しています。自己ベストは3時間21分ですが、それ以外はほぼ4時間ギリギリのゴールです。毎回前半を飛ばしすぎて 30km 以降に失速するのが課題です。今回は慎重に前半を抑えめに走っています。スタート直後は混雑しますが、無理に追い越しても余計に力を使うだけです。それはもう何度も経験して学びました。でも2キロも走れば自然と道が開けてきます。今は自分のペースではないけれど、この足音が響く瞬間はマラソンを走らないと味わえない特別な時間だったりします。ただ今回は路面が濡れているせいか足音が弱くて少し残念です。それにしても3月31日なのに気温は約5度、さらに雨まで降っていてかなり寒かったです。映像を見るとカッパを着ているランナーも多いですが、私はいつもなんとかなるだろう精神で生きてきました。でも今回はさすがに周りのランナーさんみたいにカッパを着るべきだったかも。でもそもそもカッパ持ってませんでした。沿道の演奏が響きます。ありがとうございます。今はキロ4分50秒くらいのペースで走っています。水たまりを避けるため、私も含め皆さん道路の山になっているところを走っています。ここは給水地点ですが、3時間30分を切るくらいのランナーはすっと取ってすっと去ります。4時間くらいの集団になるとすっと取ってすっと去らない方もいます。タイムごとにランナーの動きが違うので、周りに合わせてトラブルにならないように気をつけています。ちなみに最初の給水だったので無理して取らずにスルーしました。右には新幹線の線路があります。25歳の頃に一度だけ新幹線に乗ったことがあり、それ以来20年間ご縁がありません。さて左側に大きな砂の山があります。普通の人は気にしないかもしれませんが、私は砂山を相続してしまい、砂を見るとついつい気になってしまいます。ランニングとは関係ありませんが、その動画もよかったら見てほしいので残しておきました。給水地点です。まだまだ元気なのでスピードを落とさず綺麗に取れましたが、だんだん崩れてきます。これはいつものことなんです。10キロ通過。タイムは全く気にせず楽なペースで走ります。カメラを気にして走りっぱなしでタイムどころではないところもありますが、良い映像を残し、私のバーケンチャンネルに少しでもプラスになればと思い、重たいカメラを持って走っています。補給のジェルがズボンに挟まって取れないので、安全なところに立ち止まりました。これで解決です。今度は違うジェルを落としてしまい、戻って拾います。危ないので良くないですが、まだまだ序盤なのでレンズは取っておきたいです。
もうすぐ先頭集団が来ます。自分のランニングよりもここを通過する選手の撮影の方が気になって仕方ありません。なんとなく周囲がざわついているのでカメラを左にスタンバイ。するとそこには大迫選手がいました。第3エイド、水だけなので補給はせず、ジェルのゴミをここで捨てます。走っていると道に落ちているゴミを見かけますが、私は数キロ先でも持っていき、ゴミ箱に捨てるようにしています。でもゴミ箱に捨てれていないと思います。時々元気いっぱいでハイテンションに沿道の声援に応えながら走る方がいます。私のようにただの金儲けでカメラを回している人間とは器が違います。当然ながら走力も上であっという間に抜かれてしまいました。動画編集中に発見、あられちゃんキーンってやってました。トイレ休憩でちょっとしたハプニングが、ズボンの紐がきつくて取れなかったので焦りましたが、なんとか下からずらして解決できました。もう少しでどうしようかと思いましたが、無事乗り越えられました。この後は対面区間になります。3時間30分以降のランナーが多く映っているので、ノーカットでお届けします。画質なんですが、できる限り見やすくするように、それはもう時間をかけて編集で格闘したんですが、何分あの1万円カメラなので、最新のクリアさといきませんが、レースの臨場感は伝わるかと思います。この後は字幕で思ったことをつぶやきますが、飽きたら遠慮なく離脱してください。最後まで見てくださった方も途中で離脱した方も、第2弾の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
す